僕のデスクをちょっとね皆さんにご紹介しようかなと。 IKEA のねすごく安いさ iPad mini がねチャージングステーションロジクールの MX キーズ S マイクロカラーパネル、これやっぱめちゃくちゃいいよね。このチェアがね PR とはいえめちゃくちゃいいんですよはい、どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、ちょっと僕のね、今事務所にいるんですけれども、このオフィスのですね、僕のデスクをちょっとね、皆さんにご紹介しようかなというふうに思っております。もうご存知の方多いと思うんですけど、僕ね、もともとフリーランスでね、普通に自分の家でやってたんですけど、去年ね、もう会社にしていて、今2軒目なんですけど、もう今ね、ここを事務所を構えてます。ここのね、スタジオツアーはね、実際にもう動画ね、過去に出してますので、よかったらね、そちらを見てほしいんですけど、こっちでね、YouTube の撮影をしていたりとか、あとはこっちにね、デスクが3つあって、で、こっち側にね、撮影エリアとか、機材エリアとか、テレビのスペースとかね、そこまで広くはないんだけど、そこの中の一室の、デスクという風になってます。とはいえ、ここ共用スペースなので、そこまでね、ガチガチにさ、こうやりまくれないっていうのもあったりとか、結構移動したりとかね、ここにもね、長年おるわけではないので、できるだけシンプルにこう最低限で、僕の中のモットーとしては、いろんなね、こう物とかにはこだわってはいるんだけど、結局手を動かすのが全てだと思ってるんで、そういったね、僕はね、性格ではあるんですが、それでもね、結構お気に入りのスペースもありましたので、ちょっとね、今回せっかくなので、改めてね、ご紹介できればなと思って、やっていけたらなというふうに思っております。ということで、早速見ていきましょうか。はい、という感じで、まずね、こんな感じの、デザインというか見た目になっております。デスク自体はですね、これ IKEA のね、すごく安いさ、やつあるじゃないですか。で、オディリスっていうね、4本足をね、買って、もう1個だけ作ってるといった形ですね。で、他にも向こうにもさらに3台あって、で、さらに最近もう1個買いました。それはね、ちょっと物撮り用のね、デスクを作ろうかなと思って、それを買って、で、こっち側ですね、反対の、そっちのいつもね、YouTube を撮ってるメインのね、デスクがあるんですが、そっちはさらにね、こう長い方のデスクに、板を置いて、で、YouTube 撮影をしてるということになるので、正直このデスクは結構揺れるし、こんな感じで、めちゃくちゃいいってわけじゃないんですね。ただ、ものすごくシンプルです。もうめちゃくちゃ邪魔にならないというか、めちゃくちゃ軽いんですよね。動かしたりとか、模様替えもたくさんしたような事務所にはね、すごくうってつけのね、デスクかなというふうには思っております。はい。で、そしてこのデスクのですね、マシンですね。はい。PC はこちらにございます。はい。ここに MacBook Pro がございまして、これが、今ですね、こちらのスタジオディスプレイを経由して映し出されているといった形ですね。ちょっと厳密にはここのドッキングステーション、後ほど紹介しますが、これを経由しています。このね、MacBook Pro ですね、これをクラムシェルモードにつないで、接続をしているといった形ですね。チップは M2Max でメモリが96、SSD が 4TB、めちゃくちゃフルスペックにしています。これでもね、若干止まるときはあるんだけれども、でもね、すごく快適に使えてる僕のね、メイン PC といったところになってきております。で、そして今回ですね、こちらでございます。はい、椅子ですね。この椅子を、ちょっと今回ね、志保さんに、ちょっとね、今回サポートしていただいておりまして、ちょっとこちらご提供いただきました。で、なんとですね、はい、こっちにもあるし、もう1個あるんですけれども、ちょっとね、このオフィスのね、チェアをね、どうしようかと言っている時に、ちょうどですね、お声掛けいただきまして、もうね、これ1ヶ月半、もっとか2ヶ月ぐらいね、使用させていただいております。で、このチェアがね、PR とはいえめちゃくちゃいいんですよ。なんで、ちょっとこれを紹介していきたいんですが、商品名としては、ドロ C500 というね、未体験の浮遊感を味わえる、究極のオフィスチェアでございます。で、このね、チェアのもうめちゃくちゃ気に入ってるところがデザインなんです。アルミ合金でできてるんですが、この背面のデザイン超美しくないですか？一応これグレーのカラーで、ブラックのね、カラー展開もございます。足がですね、オットマン付きフットレストを出せるモデルもあって、これはね、ちょっと出せないモデルなんですが、それもね、あるかないかで選べるので、合計4つの展開になっているんですね。今回のこのグレーがもうとにかく僕本当に良くて、ここのオフィスはやっぱこうコンクリを基調にしてる床になってて、自分でこれ貼ったんですけど、建物自体がね、本物のコンクリなんですよ。天井も本物のコンクリで打ちっぱなしなんですよね。で、さらにね、こう壁も白いというところで、やっぱり黒のね、チェアよりもこうグレーがね、欲しかったっていうところですごくね、僕はこのデザインというところがまず気に入っています。で、このね、オフィスチェアのね、すごくいいところがですね、ここの重力の反発力っていうところがすごいね、メカニズムというか、これ特許申請もね、してるみたいな形でめちゃくちゃね、
ね、ここが一押しのポイントらしいんですが、この快適さっていうのが結構本当にエグいんですよね。まずね、ここですね、ここで、普通にこんな感じで高さ、チェアのね高さをね変えることができるようになっております。でここのねこのダイヤルみたいなこれをねトルクを回してあげることによって、背面の背もたれですね、要はリクライニングのこう強度みたいな反発力っていうのを調節することができるんですよ。なのでグワーンって135度までここめちゃくちゃいくんですよ。この反発がめっちゃ軽いという感じですね。でここのトルクをプラスの反発をね増やしてあげると、これがね僕は強い方がいいんですけど、こんな感じでゆっくりとね反発するので、だからこう途中のところでね止まれるんですよね。こんな感じでいっちゃった。はい、なんでこういう時はもっともっと強くしてあげて、はい、こうしたらもうだいぶといけますね。こんくらいで止まれるといった形になるので、言ったらもう無制限でそのね止まる場所をつけれるというところがめちゃくちゃいいというところになってきますね。でさらにねこっち側を使えば、はい、レバーを引くとこの座面の位置とかも変えれますので、こんな感じでね、はい、結構ね前側に出すこともできたりするので、割とね細かなねこういう風にリクライニングとかもね使えるといった形になっています。はい、で僕がねすごくいいなと好きなところがここのアームレストですね。これがですねここのまず、はい、正面にね出すこともできるし、高さも上がります。でさらに横に出したり中に入れたり、こんな感じでできるといったところです。でここですね、こうもできるんですよ、こういうの。なので結構ね自由自在に、で戻す時は一回最後まで行って戻すと、はい、いった形になるんで、この辺が自由自在にできるっていうのはめちゃくちゃいいですね。特に僕がねこういうアームレストがあるチェアでめっちゃ嫌いなのが、ここのデスクのここの下に入らん時が一番嫌いなんですよ。要はここのねチェアのここの高さを上げて、今度はこう入りにくいっていうのがあるんですけど、そういった時にこれをね一番下に下げてあげれば大体入るので、全然余裕で入るので、ここがね僕はすごく気に入っていますね。でさらにねここのヘッドレストもこんな感じで変えることができますと。なのでこんな感じでね自分好みに設定をねすることもできますし、ここの背面自体、はい、ここも高さをね変えることができますので、こんな感じで、はい、ちょっとね音は鳴りますが、こういう風に、はい、自由にね高さが調節することもできると、こういうね自由自在な方向性がすごくいいなと思います。はい、ざっくりとこんな感じなんですが、総じて僕がねすごく気に入ってるところがここのね座面の広さですね。人によってはね狭いと感じちゃう人もいるかもしれないんですが、僕はすごくね広いなと思っていて、ここにさこういう感じで座っちゃえるのがめっちゃ好き。全然あぐらもかけるんですよ、こういう風にね。ちょっとカメラ越しにすみません。だからちょっとさ、要はこっちで作られた映像を確認するときに、こういう風に寄っていってマジでよくやってるやつなんだけど、こんな感じで乗るじゃないですか。でこのアームレストを上げてこんな感じで見るみたいなとかも結構やれるので、なんかね結構このチェア自体が結構くつろげるっていうところでもすごくね気に入ってるところですかね。でこの足回りの方をね詳しく見ていくと、この素材がねまずめちゃくちゃいいですよと、この背面に関してはねアルミ合金ということでかなりねしっかりとした作りになってまして、全体の素材はこれ全部、はい、メッシュの素材になっております。はい、なので通気性もめちゃくちゃいいので、夏でもですね、かなり快適に座ることができるというような、素材質感になっております。でこのね重力のメカニズムがすごくね秘密があるのがここのバネですね。ここに、バネがあることによってこういろんな反発がしっかりとね程よく心地よくできてるといったところですね。でこのキャスター自体は若干ね、滑りは重めな感じはしております。なのでなんかこう勝手にどっかに行くってことはほぼないかな。結構がっつりと移動させないと動かないので、良くも悪くも、それがいいという人もおれば、ちょっともうちょい滑ってほしいという人もおるかもしれへんけど、この辺は割とねがっつりとしっかりとした作りです。はい、という感じでざっくりとね理解いただけたかと思うんですが、このね椅子はもう本当にめちゃくちゃ気に入ってます。正直デザインから入ったんですけど、かなり使い勝手はいいです。で僕はフットレストはねいらないタイプだということがね僕の中でありますので、このモデルでもね全然僕はいいかなと思ってます。でおおむねめちゃくちゃ気に入ってるんだけど、唯一ちょっと気に入らないというか、若干残念なポイントもいくつかありまして、まずここですね、アームレストが若干ね質感が、いや質感はいいんやけどちょっとねチャチというか、もうちょいここのイケた見た目のデザインが良かったなと思ってます。はい、こういうね、ちょっとデザインなんですが、この質感は結構プニプニしてて柔らかくてすごくいいんですよ。ただちょっとデザインがなんかもうちょいねこの、生きてたらよかったなと思ったのと、
伝わるかわからへんけど結構汚れるんですよね。これめっちゃ今もう黄ばんじゃってて、これ早って思ったんですよね。まだ1ヶ月2ヶ月ぐらいなんですけど、ここがすでにちょっと黄ばみ始めてるので、ちょっとこれが残念かな。ちょっとね歌丸とかでしっかりと拭けば多分全然取れるとは思うんやけど、ちょっと汚れるのが早いっていうか、若干この汚れが目立つような仕様にはなってるかなというふうには感じちゃいましたかね。はい。であとは全体的に言えることなんですけど、この調節する時に一番上に行きたいけど行き過ぎて落ちちゃうみたいな、要はリセットされちゃうっていうのが結構あるんですよね。つまりこのアームレストを上げたいってなって上げた、でもリセットみたいになるんで、一番上がどこかがわからない。今たまたまいけたんやけど、このなんでこのほらいかへんみたいな、ここかなみたいな感じになるので、ちょっとこの調整が、ちょっと全部なんですよね。この背面もそうやし、若干ここら辺が煩わしいなというふうに思うので、ここのね切り替えがもうちょい違う方法だった方が良かったんじゃないかなとは感じました。で最後にね少し注意点なんですが、このね商品を購入すると、おそらくね到着したらめちゃくちゃでかい段ボールで来るんですよね。そのサイズがかなりでかいです。横幅も結構あるし、重さもすごい重たいので、特にね女性1人で組み立てるって結構きついんじゃないかなと思います。であとはマンションの方とかもドアの隙間入るかなっていうね場合があると思うので、ちょっとかなりでかいので、そこら辺が注意かなと思っております。で結構ゴミもたくさん出ますので、その辺が結構覚悟は必要かなと。なのでお届け希望みたいなのはもし購入されるのであれば結構慎重にね選んだ方がいいかなと思っております。組み立て自体はすごい簡単なんやけど、本当にもうめちゃくちゃ大変なね、事務所がなっちゃったので、そこら辺はちょっと注意かなというふうに思います。で今ですね幕開けで先行販売が始まっているとのことで、最大でこのモデルとかだったら 45% オフとか、45%、35%、40% とかね、いろいろとねモデルによって違うので、よかったら見てもらえたらと思うんですけれども、かなりですね今だったらお得なので、半額とかでさこれ買えるのはえぐいし、実際にこれ 45% オフやったら13万円が7万2000円になってますので、これが得でしょっていう形になるので、もしねデスクチェアね困っていた方とか、そういった方はねよかったらチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで次はですねこの辺のざっくりとしたところからいこうと思うんですが、まずモニターですね。これはスタジオディスプレイを使っております。僕はほんまにいろんなモニターがあって、結構めっちゃ贅沢やねんけど、月で買えたりしてるんですよ。ベンキューさんのねモニターとか、内容業務用途によっても32インチの方がいい時は、ベンキューさんのね散々紹介させていただいてる MA320U とかねレビュー動画も出してるんですけど、そういったものも結構用途によって分けて使っています。というのもやっぱり映像制作とかもう本当にヘビーなね、Vlog 作品とかを作るときはやっぱり27インチだとね結構こう厳しいなっていうのがあるので、そういう時はねチェンジさせていますね。で上についてるこのスクリーンライトが、これはねシャオミさんのめちゃくちゃ安い5000円ぐらいで買えるんじゃないかな。これでここのねデスク下のここら辺を照らしてるといった形で、正直これいらんだろうって思ってたんですけど、こうやってねちゃんと使うとめっちゃ明るくてすごくねテンションが上がります。デザイン性もすごくいいし安いし、これがね結構面白くて、でこれワンタッチでね、オンオフもねできたりするので、結構これはね僕はなんやかんや好きなものの一つですね。はい。で次はスピーカーですね。これはオーディオエンジンというねスピーカーを使っております。これね向こうにね黒もあるんですが、これ白のねモデルですね。本当にこうデザイン買いをしたんですが、これはね本当に音質も良くて低音もしっかり出るし、なおかつコンパクトで場所も取らないっていうので、僕はこれがすごく気に入っています。でこれがドッキングステーションですね。僕がね過去にあったデスクツアー全てねこれが出てたと思うんですけど、アンカーのドッキングステーションで、MacBook Pro に線1個つなげばもう全部がつながるというようなもので、 SD カードとかマイクロ SD もさせたり、PD のね超高速給電もねできたりするので、一旦いいかなと思っています。でこれに関してはめちゃくちゃいいんやけど超熱くなるので、そこは注意かな。でですね、はい、こんな感じで iPad mini がね、ここにあるんですが、最近ねこの iPad mini がマジで大活躍してて、これちょっとね iPad mini 7の方になるんですが、もう iPad mini って最高ですね。一回ね僕手放しちゃった経験があるんですが、実際にもう一回ねこうやって使ってみるとかなりですね超いいなと思ってて、オフィスでね使うことはそこまでないんですが、ちょっと自宅に持って帰って、コンテンツを消費するときはもう今はもうずっとこれですね、 iPhone 見ないで iPad でね結構楽しむことが多いかなと思っております。ちょっと分かりづらいんですけど、 iPhone だったらねこの Notion のカレンダービューが細かな中身が見えないんですよね。でそれがこのね iPad mini だったらね中身まで全部見えるっていうことで、ここの違いが僕の中で結構大きくて、Notion とかでこうタスクをね整理したい時とか、そういったところでもこのね iPad mini がね最近はめちゃくちゃ活躍をしております。でで
ですね、キーボード関連見ていくんですが、これはですね、ロジクールの MX キーズ S かなのものになっております。これはね、本当にもう間違いなくいいものですよね。で、マウスは、マスター 3S かなの方を使っていますね。これもめちゃくちゃ気に入ってる。僕はね、こっちが合ってましたね。一応ですね、この中にもいろんなマウスを入れてまして、こっち MX エルゴの方ですよね。これもね、すごくいいんやけど、僕はね、こっちの方がどっちかっていうと合ってたかな。で、今まで使っていたこうライトニングモデルなんですけど、マジックマウス、Apple のね、ものですね。これもわざわざ Apple Store で買ったんですが、ちょっとね、これがあまりにも良すぎて、はい、最近はもうずっとこれですね。で、最近ね、動画出しましたが、ロジクールさんのこの新作のね、はい、左手のデバイスみたいなね、このパッドの、ダイヤルのね、このパッドのもののモデルですね。これがね、結構意外とね、僕は良くて、これを1個ずつ押せばね、すぐにね、そのアプリをね、立ち上げることができたりしますので、こんな感じで。なので、これはね、本当にいいですね。もちろんこういったね、もの以外にも、他にもね、たくさん割り当てれますので、すぐにね、コピーしたいもの、拾きたいものっていうのを、ここにね、一元にまとめておくとすごく便利です。で、この辺にね、チャージングステーションがあるんですが、ここで iPhone 充電して、AirPods と Apple Watch もここで充電できる、ベルキンさんの 3-in-1 のものですよね。これのね、欠点というか、これ左側に置くと、デスクの左側に置くと、iPhone が一番遠いんですよね。なので、普通にこう作業してるときに iPhone が遠くて僕はちょっとねこれ右にやってほしかったなって思っちゃったんですよね。もしくはねこの右側に置けよっていう話やねんけど、僕はちょっとこっちが良くて、これがね若干遠いなと思いますね。で一応ですね、ここにマグセーフのね置くだけ充電が可能になっておりまして、僕はねこっちも使ってるので Galaxy の Z Flip 6ですね、これを置くだけで充電できるようにしております。でその他もろもろね、ちょっとインテリアっぽくこんな感じで可愛いですよね、これ置いておりまして、これタンブリンっていうね、最近本当に韓国でもめちゃくちゃ有名ですよね。香水とかルームスプレーとかいろんなものがあって、最近日本にも多分上陸してると思うんですが、これはね、ソウルやったかな、プサンやったかな、プサンで買った気がします。プサンか。でこれディップティックのね、キャンドル。これら両方ともパートナーの方がね、プレゼントしてくれました。で、ここの下、これですね。これね、最近ね、僕、ロサンゼルスに、アップルのね、新製品イベントの発表会に呼んでいただいて、行ってたと思うんですけど、その時にユナイテッド航空やったかな、ANA であったかな、今回ビジネスクラスでね手配していただけたんですけど、その時にあったアメニティ入れを、持って帰ってきて、はい、こんな感じでね活用しております。めちゃくちゃ可愛くない？これメディアがね入っておりまして、結構いろいろあるんですが、SSD とかそういうものですね。いろんなものね使ってるんですけど、これに2000ギガとかで、まだまだいっぱいあるんですけれども、最近はねこれが結構いいかな。自作でSSD 作っておりまして、これでねちょっと4テラを3つぐらいさらに作ろうかなと思っております。はい。こういうのもね、もしリクエストあれば動画にしようと思ってます。SSD 系はね。でですね、ここにね、今ヘッドホンスタンドがあるんですが、今日はね、この AirPods Pro で来たんですけど、AirPods Max もね、最近使っておりまして、で、そっちで来たらここにかけてるといった形ですね。で、最近ね、新色が出たじゃないですか。で、ブラックも購入したんですよ。で、ライトニングの、ホワイトかなも持ってたんですが、両方ともねファッションに合わせてって感じでパートナーとねどっちも使えるようにしてるんですが、それをねこう家にもスタンドがあって、それを取って、つけてきた方をここにね立てかけてると。でね、とても大事なのがここにねございまして、これですね。はい、これ Apple 純正のライトニングのケーブルをヘッドホンジャックにできるみたいな形のものなんですけど、これね純正のものなんですけど5000円ぐらいしちゃうんですけど、これじゃないとイヤホンに接続をして、AirPods Max が使えないんですよね。これがね結構クソなんですけど要は僕はね映像の編集とか動画の編集をするので、ちゃんとね有線で接続をさせないといけないんですよ。そうしないと音がずれちゃうし、どうしてもね結構ほんとミリ単位の世界なんでめちゃくちゃ嫌なんですけど、あれがね要はライトニングモデルしかまだないんですよね。 USB Type-C になった方のモデルはまだ多分このケーブルが出てないので、実質今はね有線接続ができないと。このね純正のものが使える、白をね編集で使うときは持ってくるといった形ですね。でもそもそも普通にねイヤホンを使ってやることもあるし、スピーカーから出すこともねあるので、それはね結構本当に気分によって変えてるといった形ですね。でちょっとここにお気に入りのゾーンがありまして、これはねちょっと LA でいただいたメッセージカードみたいなものをせっかくなので貼ってたり、チェジュ島に行った時のチェキとか、友達がね親友が来てくれた時の写真とか、
海でスタックした時の写真とかいろいろと貼ってます。もうちょいここ増やしていこうと思ってるんですけど、とりあえずいろいろと貼ってました。で、そうそう、大事なこと忘れてた。これですね。これがブラックマジックデザインさんのマイクロカラーパネルと呼ばれるものでして、これでですね、カラーの編集を行っております。外側のホイールを回せば明るさが変わって、中を変えれば色の方向性が変わっていくと。で、ここシャドウと中間色とハイライトみたいにいじることもできたりとか、めちゃくちゃいろんなことがね、できるようなものになっています。それでいて結構軽いし、無線接続もできるようになった、新型のタイプなんですよね。で、これがですね、ここの下にサクッと入っちゃうというところで、ずっとね、ここにしまっていて、やるときだけここから引き出してるといった形になってるんですよね。で、このね、スタンドに関しては楽天で購入したんですけど、白のスタンドでめっちゃ可愛いですよね。モニターのね、高さを上げたくて、こんな感じでセッティングをしております。ちなみにこっち側にね、でかい方もあるんですけど、これはね、もうちょっとやっぱりね、本当にね、頑張るとき、映像作品を作るときしか最近使わなくなっちゃいましたね。こっちの方がね、こう質感とかもこの滑らかさとかもすごくいいんで、僕はね、結構好きなんやけど、めちゃくちゃ奥行きを取るんですよね。なので、ちょっと使う機会は選んじゃうかなといった形です。最近だとね、富士フィルムさんのショートフィルム映像を作らせていただいて、サーファーの、ね、方の、ドキュメンタリーショートフィルムみたいなんですが、この映像の制作とかはね、色の編集も結構頑張ってやってたので、しっかりとね、これで編集してたんですが、結構ね、使い方は分けてやってるといった形ですかね。で、これがね、めちゃくちゃ最近気に入ってるものなんですけど、ただのね、サングラスじゃなくて、これね、超最近、ずっとつけてるんですけど、これがねめちゃくちゃいいんやけど、これ実はですね、写真も動画も撮れるし、 UV 指数によってこれサングラスにもなるし、スピーカーにもなるっていうね、最高のデバイスなんですけど、これねアメリカでしか購入できないんですよ、今のところ多分ね。なんで、ちょっと LA に行った時に買ってきたんですけど、これが本当に良くて、音楽が再生できるから、自転車に乗ってる時とかも、AirPods ほどしっかりとね聞くわけじゃないので、自転車に乗ってる時はこれでスピーカーにして音楽をかけることもできて、でその音楽が全然周りには聞こえないんですよね。なのでめっちゃこう自分だけに聞くこともできるし、でさらに写真と動画も撮れちゃうんですよ。もうこれがね本当に楽しくて、自分の視点で POV みたいにね動画も撮れるので、縦サイズのね動画と写真になるんですけれども、本当に普段ね撮るようなものとはまた違ったものがね撮れるし、でなんなら普通にサングラスとしてもねまず使えるっていうので、通勤中とか車運転する時とかは普通にこれを使って、で普段はね写真とか動画撮ったりとかめちゃくちゃ活用しております。っていうのが僕のね大体のデスクかなといった形ですかね。でちょっとねこっちに今ね普段手伝ってくれてるハルキ君のねデスクがあって、ちょっと今彼ね帰省してるので、長期間ね帰省してるので、ちょっと僕がねせっかくねこの Mac mini とかがね今 Apple さんからお借りしてるので、ちょっとこっちでもう勝手にデスク作っちゃってるんですよね今はい、新しい別のデスク作っちゃってて、ちょっとねそれも紹介して終わろうと思うんですが、このモニターがね MA320U ですね。なのでこっちのスタジオディスプレイよりももう一個でかいねサイズ感になっていますね。めちゃくちゃかっこいいですよね。でベゼルもねやっぱりすごく薄くて本当にスタイリッシュなものになっておりますと。でキーボードマウスとかはもうこの辺純正の USB-C のねモデルになっておりますね。でこっち側で同じようにオーディオエンジンのスピーカーですね。こっち白、こっちが黒ですね。で、最近ね、これハマってるコダックのね、プリントのやつですね。あっちにね、貼っていた写真もこれで撮られたものがありますと。で、あと Mac mini ですよね。これやっぱめちゃくちゃいいよね、本当に。こんなにスタイリッシュなデスクになりますから。統一感もありますよね。Mac mini のね、最近もおすすめモニターとかのね、動画も出したので、よかったらね、そっちも見てください。で、他にもね、この辺ですよね、SD カードが入っていますね。こういう風に。仕事でね、カメラを使いますので、こんな感じでまとめてたりとか、あとはね、ソニーのカメラをめちゃくちゃ使うので、CF エクスプレスのタイプ A カードですね。これがね、マジでいいですよ。このちっちゃさで 480×2 だから500、500でしょ。で、こっちが960ギガと、1920なんで、3000ギガ、1000ギガ、4000。で、もっと速くならこっちの A1 Pro の320使ったりとか、いった形ですね。こんな感じでいろんなカードをね、まとめております。CF のタイプ B も持ってるんですが、ちょっとなぜかそれが家にありますね、今。で、あとね、こんな感じで全デスクにね、充電ができるようなスタンドはつけていますので、これはね iPhone 16ですが、ちょっとこっちで充電してます。で、iPad スタンドとかあるといった形ですかね。で、あと大事なね、このデスクマットですね。こっちが黒で、こっちがちょっとなんか
ファブリック系のグレー系のねやつにしてます。こっちはこっちでね結構デザインいいですよね。でこっちはこっちでちょっと引き締まってていいっていう感じかな。でこれがねめちゃくちゃおすすめ。テッサンって読む、テッシンやったっけ、なんだっけ、これ結構有名ですよね。これオフィスの新居祝いでいろんな方が送ってくれた中のうちの一つで、これねこの事務所に3つあるんですけど、これモロンノンさんがくれたやつかな。こういうのがあると1個めちゃくちゃ便利ですね。でちょっとせっかくなんでこっちも紹介しておきましょうか。はい、こっちがいつものね撮影の背景ですね。もうこんな感じでカメラとか背景を作っている場所になっておりますと。でここがすごくお気に入りのところで、これねもう iPad の音楽をこっちにホームポットにかけてもう一生流してるといった形ですかね。もうねほんとプレイリストも適当にブワー流してるんで、何がかかるかはねもうその日に決まるんですけどここで音楽を流して、この UI がねすごくいいですよね。でこれ、すごくねこの空間は気に入ってるものですね。でホームポットでこれが銀の盾ですね。で下がデータセンターで、ここにもう全てのねデータが30テラぐらいかな、もっとあるか入ってます。で USB-C 経由のクラウドを使ったデータの、ものはこの辺で、ちょっと空き箱とか、ビジョンプロとかはここにね収納しておりますと。でねこのコダックのね今日はカバンできてるんですが、これがね本当にねコメントでどこで買ったんですかとか教えてほしいって言われるんですけど、これねちょっと多分買えない、日本では。これは韓国のコダックストアっていうのがあるんですね。なんかそれ普通に正規らしいんですけど、そこで買ったバックパックになっています。めちゃくちゃ可愛いですよねこれ。全然カメラバッグではないんですよ。なので普通の用途で使えるっていうのがめちゃくちゃ好きかな。でカメラバッグではないからこそこういう風に巾着型のね、はい、バッグを入れておりまして、でこういうものの中にちっちゃなねカメラを入れて持ち運んでると、はい、こういう風な、これはね富士フィルムの XM5 ですね。ちょっとね訳あって今ね持ってますが、はい、これを使っておりました。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねちょっと僕のデスクツアーをね、させていただきました。特にねそこまでなんかめちゃくちゃねこう素晴らしいデスクっていうわけではないと思うんですけれども、でもね僕はちょっとこう家とねこう事務所の2拠点生活をしておりますので、こっちはこっちでしっかりと仕上げて、家は家ですごく快適な空間に仕上げているっていう形で、ちょっと僕なりにこだわって作ったので、ちょっとご紹介をさせていただきました。一応今回ね映ったものは全てね概要欄に記載しておこうと思いますので、もしね興味あるものがあればぜひねチェックしてもらえたらと思います。でこのデスクチェアですね、志宝さんのドロ C500 っていうね、新作のモデルになっていて、めちゃくちゃねデザインが良くて、本当に僕はこのデザインが最高なんですけれども、こちらもですね先行販売だったらもう 50% オフぐらいで、45% オフとかで購入することができますので、こちらもねぜひ合わせてチェックしてもらえたらと思います。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。もしアメリカ行く方はこちらのサングラスと、韓国行く方はこのコダックのスターもぜひ行ってみてください。というわけでこの動画がね役に立てばいいなっていう風に思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。